綺麗なノートを作るっていうよりは、自分の頭の中をここに全部書き出すみたいな。本当に一瞬だけ見せるとめちゃめちゃこう殴り書きでこんにちは、 B ガールのあみです。今回はブレイキンに関する質問にお答えします。 This is Breaking Support。 最初の質問に行きたいと思います。くるくる回ってる時って酔わないんですか？今は酔わないですっていうのが正しいかなって思います。やっぱり練習中の技とかぐるぐる回った後はちょっと目が一瞬ふわって回ったりとかはするんですけど、やっぱりずっと練習とかをしてると体がそれに慣れるので酔わなくなります。あとはやっぱちょっとこう目が回ったりとかしてもこうすぐに戻るのが早くなるかなっていうふうに思いますね。でも今やっぱ大会中とかに酔ったりとかはしないです。私はもうブレイキンをひたすらやってるだけで、特に練習とかもうそのブレイキンの練習が酔わないようにするトレーニングみたいな感じですかね。頭でスピンするとき痛くないの？はげないまあはげないことを願ってやってます、とりあえずは。はい。あとは痛みについてなんですけど、痛いです。でもやっぱり練習してたりバトルに出てたりとかする時って自分が集中してるのでそんなに痛みを感じはしないんですけど、まあ痛いか痛くないかって言われたら痛いかなって思います。でもやっぱ踊る時はこうビーニーみたいにニット帽かぶってたりとかキャップかぶってここについてるボタンを取ったりとかして一応対応はするようにしてます。他のダンスと何が違うの？まあ分かりやすく一番違うところっていう風に言ったら、やっぱブレイキンってまあ他のダンスとは違って結構アクロバティックなムーブとかがあるっていうところが、まあ皆さんが見てても明らかに違うなって思うところかなとは思うんですけど、あとブレイキンのもう一個まあ違うというか、私の中でブレイキンここは特別だなって思うところは、ブレイキンってバトルカルチャー始まりはニューヨークのギャングたちの喧嘩から始まったって言われてるものなので、ショーケースとかいうよりもバトルカルチャーなんですね。だからやっぱりこう人対人で自分のことをまあもちろんダンスで踊りでこういうことをするっていうのはあるんですけど、それとプラス自分を表現して相手を攻撃してっていうダンスなので、そういうところがブレイキンの他のダンスと違うところかなって思いますね。バトルっていうのはショーケースとかいうとお客さんがいてみんなで振りを合わせたりしてこうお客さんに向かって踊るんですけど、ブレイキンとかは正面を向いてお客さんに向かって踊るっていうよりは対人でこうやって当たって相手に向かってジェスチャーをしたりとか、こう相手との駆け引きがあって、もうだから踊りの格闘技みたいな感じが分かりやすいですかね。実際にパンチしたりとか触っちゃいけないっていうルールはあるんですけど、ブレイキンほどこうバチバチ相手とやってるバトルは私はなかなか見ないなっていうふうに思うので、そこが違うかなっていうふうに思います。実際に街中でダンスバトルを仕掛けてくる人に出会ったことはありますか？話で街中で仕掛けられたみたいな、海外で街中で仕掛けられたみたいなのは先輩とかから聞いたりとかはするんですけど、私は実際に街中で仕掛けられたことはさすがにないですね。でもやっぱりイベント会場とかバトルとかに行って、ブレイキンでこうバトルの前とかにサイファーって言ってみんなでこう輪になってこうみんなでこう順番にではないんですけどこう踊っていくみたいなこうものがあるんですけど、このサイファー中に自分が踊った後に次の人が出てきて自分の方に向かって踊ってきて、あ、バトル仕掛けられたんだなと思ってこうバトルになるみたいなことはありますね。楽しく踊ってはけた後にブワーってきて完全に丸くなってんのに周り見ずに網だけをこう見て踊ってきて、しかも結構こう威嚇する感じできて、うわこれはふっかけられてる、行かねばみたいな。でも全然気持ちがレディーじゃない時もあるんですけど、でもやっぱなんか来られたら行かないと自分も悔しいので基本的には来たらやるんですけど、その気持ちに応えたいと思ってこうバトルを受ける時もあるし、なんだこいつと思ってやる時もあるんですけど、でも何ラウンドやるとかは決まっていないので、なんか向こうがもう結構疲れてきててもう全然自分完全にやりきったっしょって思ったらやめる時もあるし、最後までこう結構楽しくなってというか駆け引きが面白くなってもう本当に10ラウンドぐらいやる時もあるし、
そんな感じですね。でもなかなか日本じゃいないんじゃないかな。やめてくださいやめてください。イベント会場とかでね、一緒に楽しく踊る方が私は好きです。一番難しい技と危険な技は何？これは本当にどれがどれとかは言えなくて、なんか例えばじゃあ難しい技ってなった時に、私にとっての難しい技をもちろん上げるのも大変なんですけど、どれもやっぱ全部違って、例えば私はグラウンド技って言ってこうウィンドミルとか A トラとかこう床にこう沿って踊る技の方が得意で、逆にエアーっていう手で飛ぶ技とかこうちょっと宙に浮く技の方が苦手なんですね。でも逆にじゃあ違う b ボーイとか b ガールに聞いたら、エアとかこうアクロバットこう宙に浮く技好きだけどグラウンド技苦手ですっていう人とかもいるので、なんかそこが結構でも逆にブレイキンの面白いところで、人によって得意不得意が違うくて、なのでこの技が一番難しいよねっていうのはなかなかつけられないですね。で危険な技に関してもどうやるか次第とかにもなってきちゃうので、もちろんどの技やるにも結構リスクはあって、やっぱり頭使ったりとか首使ったりとかするので、頭つく系ももちろん危ないですし、逆にこう宙に浮く系もやっぱ着地がうまくできなかったらとかで危なかったりもするので、でもまあ正しいやり方でなんかちゃんとステップを踏みながら練習すればそんな危ないなことはないのかなっていうふうに思うので、一概にどの技が難しくてどの技が危険っていうのは言えないかなって思いますね。でもやっぱこう危ないのはステップを踏まずにいきなり知識もないまま挑戦しちゃうのは難しいかなって思うので、やっぱりこの技をやるためにこうステップを踏んでやっていく、練習していくっていうのが大事かなっていうふうに思います。 BPM によって踊りやすさに違いは出てきますか？それともあんまり関係ないのですか？出てきます。まあもちろん曲調とか曲の種類とかも大事なんですけど、やっぱり自分が踊ってる時に踊りやすい速さってあって、なんか練習の時とかはそれこそちょっとゆっくりした遅い曲で踊るのが好きだけど、いざ自分が気合い入れる時はちょっと速さが出て BPM が上がってっていう方が踊りやすかったりとか、あとはやっぱり自分のネタっていうものによって、このネタは速い曲の方がやりやすいけどこのネタは遅い曲の方がやりやすいとかもあるので、 BPM だけが全てじゃないですけど、それによっても踊りやすさとかに違いは出てくるかなと思います。やっぱ踊る流れとか自分がこれをやろうって決めてることが、この音楽の速さにはちょっとこう合わないなみたいなのがあって、ちょっとじゃあこの曲ならこっちを使おうっていう風に変えたりとかもするので、自分の踊りには結構影響は出てくるかなと思いますね。そのネタがこのノートに書いてあって、でもここにどの速さが踊りやすいとかこのネタ帳には書いてないんですけど、これでネタを考えて作って、でそのバトルと本番にその曲調とかに合わせて自分のネタを出していくっていう感じですね。文字で書いてあって、でもなんかこう結構分かりづらい説明とかもあるので、そういう時は棒人間を書いたりとかしてますね。ちょっと待ってください。字が汚すぎて人にお見せできるようなもんじゃないんですけど、本当に一瞬だけ見せるとめちゃめちゃこう殴り書きでしてあるんですね。綺麗なノートを作るっていうよりは自分の頭の中をここに全部書き出すみたいな、先生とか黒板に書いてるようなイメージで私はこのノートは使ってます。ブレイクダンスをする上で必要なことは、何が一概に絶対に必要かっていうのは言いづらいんですけど、一番大事にしてるのは体の面で言ったら体幹を一番大事にしてます。やっぱりブレイキンって結構もう踊ってるだけで筋肉がつくので、外の筋肉とかは鍛えられるんですけど、やっぱこう体を使って動く分すごい軸が大事でっていう中で、私はこうブレイキンの練習の時間以外にもこう体幹のトレーニングの時間は作るようにしてます。私は筋トレとかは特にしてなくて、どちらかというと筋肉で体を重くしたくないタイプで、他のトレーニングとかして筋肉を大きくしちゃうとその分体が重くなっちゃうので、そこは気をつけるようにしてますね。でも人によっては逆に重みが出たとしても筋肉をつけて、その筋肉でブーンって振って自分の踊りをする方が
きっていう人もいるので、本当に人によってブレイキンはやり方は違うんですけど、私はこう筋肉をがっつりつけるっていうよりは自分の体の使い方とかこう体幹とかで踊ってるっていう感じですね。あとはやっぱり気持ちの面でも本当に強くならなきゃいけないなっていう時がたくさんあるので、自分に自信がつくように練習をするとか、そういう面で自分を信じることとかもすごい大事なので、気持ちと体感が大切なのかなって思ってます。そういう上では私このネタ中にもネタ以外になんかこう自分の感情の変化とかもこうネタを前から書いて自分の感情とか裏から書くみたいな感じで書いてたりとかするんですけど、気持ちもすごいブレイキンは大切かなっていうふうに思います。腕だけで回ったり筋肉が必要そうだけど女の人でもできるのはなんで？めっちゃすごいありがとうございます。筋肉はある程度はもちろん必要だと思います。でもすっごい筋肉がなくてもやっぱりじゃあこう腕だけで使ってあげてるわけじゃなくて、こう例えば腕でこう上げたりとかする時に腕になるべく負担がかからないようにじゃあちょっと足で蹴り上げたりとかっていう、その筋肉だけじゃなくてなんていうんですかね、テクニックでやってる部分とかもあるので、全然女の子でもできます。多分見た目よりは筋肉がなくても自分のこうテクニックとか体の使い方さえ覚えればできるのかなっていうふうに思います。なのでこう練習中とかは意外と筋肉がすごい筋肉痛になってなんかこうパンプアップしたなみたいに感じるんですけど、その技ができるようになったら意外とそこの筋肉使わなくなってたりとかすることもあるので、自分が慣れてその動きが体に馴染んでできるようになってしまえばそこまで筋肉使わずにできることも意外とあったりして、あとはやっぱブレイキンって技だけじゃなくてやっぱブレイキンって踊りなので、技をするだけじゃなくてフットワークとかタッチとかで踊ったりとかもできるので、全然女の子でも楽しくできると思います。踊ってる最中は何を考えているんですか？本番は私は意外ともう何も考えずに踊ってることが多くって、練習の時にこのネタ帳にいろいろ書いてるんですけど、このネタ帳にネタとかが自分が思ってることとかこういう動きをしたいとか新しいムーブとかを全部書くようにしてます。だから私の動きは全部このネタ帳に詰まってるんですけど、でそれをこのネタ帳に書いてあることを全部体に染み込ませて練習をして、でいざバトルに行くよっていう時はもう何も考えなくても踊れるようにするようにしてますね。だから本番はどちらかというとこうネタを気にしながら踊るっていうよりはもう体に染み込んだものがスラスラスラって体から出てくる状態で、なんか自分が感じてることで踊れるように動けるようにっていう風に意識してやってます。ストリートカルチャーとオリンピックの関係性についてどのように考えていますか？私はこれもすごく最初は葛藤しました。やっぱりブレイキンって自己表現とかアートに近くて、ベストな2人がベストなものを出して戦った時に審査するのって本当に難しくて、例えば絵で言うとゴッホとピカソの一番いい絵をこう2つポンって出された時に絶対にどっちが勝ちって決められないんですよ。ブレイキンもそれと一緒で絶対にどっちが勝ちですっていうのを決められないから、こうなんかスポーツとして見るのってどうなんだろうっていうのは私は思ってたんですけど、ブレイキンをこうダンススポーツってなった時に引っ張っていく人たちが自分が尊敬してる人でブレイキンを理解してる人だったので、じゃあちょっと挑戦してみようみたいな、自分の踊りがスポーツのブレイキンでも通用するのか挑戦してみようって思ったのがきっかけで挑戦し始めて、私の中の感情としてはなんかこうブレイキンをスポーツっていうフィールドでこういうのがブレイキンだぞっていうのをなんかみんなで見せつけに行ってやろうみたいな気持ちでやってました。だからブレイキンがスポーツになるからここを変えなきゃとかじゃなくて、スポーツの世界にもブレイキンを見せに行こうみたいな気持ちでやってましたね。でもブレイキンがスポーツになることって悪いことじゃ全然ないと思ってて、ブレイキンをやってる子たちにとっての選択肢も増えるしチャンスも広がるなって私はやってて思ったので、やらなきゃいけないわけじゃないし、やりたい人はやればいいのかなっていうふうに思ってますね。ご覧いただきありがとうございました。ブレイキンはね踊りなのでやっぱりこう口にして説明したりとかするのってなかなか難しいなとは思ったんですけど、でもこれをきっかけに少しでも皆さんにブレイキンのことが伝わってブレイキンへの関心が
深まれば嬉しいなっていう風に思います。ぜひブレイキンのイベントとかに足を運んで生で実際に見てもらえたりしたら嬉しいです。